今日の昼ご飯は何を食べようかしらん。平日の昼ご飯はサラリーマンの勤務中の楽しみの一つです。その反面、会社の人間関係によっては悩ましいものでもあります。ランチタイムに疲れたら、休日くらいはのんびりとランチタイムを過ごしましょう。遅く起きた休日は朝食と昼食が兼用の方も多いのではないでしょうか。朝食を兼ねているので、まずはベーコンエッグを焼きます。まずは1杯。休日の朝食は1杯のビールとともに始まります。仕事の延長線上で同僚や先輩と連れ立っていくランチ。一人になりたいのに一人になれない平日のランチ。本当は500円で済ませたいのに1000円のランチを食べていると、原価100円程度で作れるベーコンエッグの味がたまらなく愛おしいものに感じてきます。会社のランチ問題とは、時として会社の飲み会よりも深刻な問題でもあります。今日は何を食べるか、誰と食べるか、仕事とは関係のないところでの選択と決定。会社は学校ではないと言いながらも、人が集まる場所という面においては、学校も会社も大して変わらないのではないか。そんな風に思えてなりません。会社のランチタイムに一人だけビールを頼んだら、同僚や先輩はどんな顔をするだろうか。そんなことを想像しながら朝食に飲むビールはたまらなく美味なのであります。安売りで買った焼き鳥の缶詰。本当はこれでいいしこれがいい。大して価値を感じない1000円のランチより、身の丈に合った焼き鳥の缶詰を食べる等身大の自分。周囲の目など気にせず、見栄を張らず、休日くらいは自然体でいたいものです。自然体のワンカップ。分かったふりをせず、分からなければワンカップ。仕事においても分かったふりをせず、分からない場合はすぐに調べる。業務中にランチの店を調べるよりよほど大切なことなのです。ワンカップが飲めるくらいの身の丈。人間、いつまでも謙虚でいなければなりません。インスタント焼きそばといえばペヤング。昭和から変わらない味わいが中高年の胃袋を掴んで離しません。ゆっくりと熱湯を注いでいると童心に戻ったような気になります。ベコンと大きな音が鳴らないかドキドキしますよね。ソースのいい香りが立ち上ります。これです。これがペヤングソース焼きそばなのです。青のりとスパイスも忘れずに。すべてが揃ってペヤングです。この香りがいいですね。うなぎは煙を食わすと言いますが、ペヤングは香りを食わすと言っても過言ではありません。相変わらず美味しいです。ソース焼きそばでありながらソース焼きそばではない。ペヤングはペヤング。焼きそばを食べたいのではなくペヤングを食べたい。ソース焼きそばはペヤングにとってただの肩書きに過ぎないのかもしれません。この時代と言われる令和の時代、肩書きなど必要なのでしょうか。
大企業の看板と役職だけが社会的地位だった昭和世代。大企業の安定性が崩れつつある昨今においては、肩書きにとらわれずに生きていくことが大切です。会社の肩書きにこだわりを捨てきれないときは、ペヤングに納豆を入れて食べると良いでしょう。意外や意外。これがなかなかに美味しいのです。納豆を入れることにより全体的にまろやかになります。会社の肩書きに固執している間は見えなかった世界。そんな世界の味がします。昭和と平成の感覚では通じなくなってきた令和の時代。今までの常識を一度疑ってみて、知らなかった世界に飛び込んでみる。その気持ちが大切なのです。その一歩としてペヤングに納豆を入れてみる。納豆を入れて一歩踏み出す。昭和生まれの中高年にとって新しい世界へ飛び込むのは勇気がいります。納豆の伸びた糸はその架け橋なのかもしれません。時代の変化に追いつけないなと感じたら、ペヤングと納豆を買いに行きましょう。新人類。もう一度新人類と呼ばれる日が来るかもしれません。こうしてまた私たちは昇給昇格を目指して毎日馬車馬のように働きながら、変わりゆく時代という不確定なレールの上を力強く走っていくのです。